こんにちは。ゼロから行政書士第6回です。前回は人権総論として共有主体と公共の福祉を学びました。今日からはいよいよ個別の人権に入ります。第6回のテーマは精神的自由です。心の中の自由から表現の自由まで順番に見ていきましょう。まず、精神的自由の全体像を確認します。精神的自由には思想・良心の自由、信教の自由、表現の自由などがあります。学問の自由も精神的自由の一つに数えられます。これらは人の内面や心の働きに関わるとても重要な自由です。経済的な自由と比べてもより手厚く守られると考えられています。今日はこの中でも中心となる3つを取り上げます。一つ目は思想・良心の自由です。憲法第19条が定めています。何を考え、どんな価値観を持つかはその人の自由です。そして思想が心の中に留まる限り、その自由は絶対的に保障されます。国家が特定の思想を持つよう強制することは許されません。また、心の中を無理に告白させることも認められません。内心に留まる限り他人を害することはないからです。思想・良心の自由は判例でも問題になってきました。採用の場面など、私店同士の関係で争われたこともあります。また、裁判所が謝罪広告を命じることの可否が争われた例もあります。内心そのものに踏み込む場面では、特に慎重な判断が求められます。細かい判例は学習が進んでから確認していきましょう。二つ目は信教の自由です。憲法第20条が定めています。信教の自由は大きく3つの内容に分けられます。一つ目は信仰の自由で、何を信じ、また信じないかは自由です。二つ目は宗教的行為の自由で、礼拝や布教などを行う自由です。三つ目は宗教的結社の自由で、宗教団体を作る自由です。中でも、信仰そのものの自由は内心の自由として強く保障されます。信教の自由を支えるのが政教分離の原則です。これは国家と宗教が強く結びつくことを禁じる考え方です。国は特定の宗教を特別に扱ってはいけません。また、公の財産を宗教のために支出することも制限されます。これは憲法第20条や第89条に現れています。特定の宗教と国家が一体化することを防ぐための大切な仕組みです。政教分離の判断は簡単ではありません。国と宗教の関わりを完全にゼロにすることはできないからです。例えば、文化財となっている神社やお寺の保護などが考えられます。そこで判例は行為の目的と効果に着目して判断してきました。この考え方を目的効果基準と呼ぶことがあります。旅を起こした関わりだけが政教分離に反すると考えるのです。三つ目は表現の自由です。憲法第21条が定めています。表現の自由は自分の考えを外に向けて発表する自由です。人々が自由に意見をかざすことは民主主義の土台になります。自由な議論があってこそ、より良い政治が実現できるからです。そのため、精神的自由の中でも特に重要とされます。報道の自由や集会結社の自由もここに含まれます。表現の自由には特に手厚い保護があります。その一つが検閲の禁止です。憲法第21条2項が定めています。検閲とは表現を発表する前に国家が中身をチェックすることです。これは絶対的に禁止され、例外は認められないとされています。一度発表を止められると、その表現は人々に届かなくなります。表現は世に出てこそ意味があるため、事前の抑制は原則許されないのです。ここで大切な考え方を紹介します。
二重の基準論です。これは精神的自由を経済的自由より手厚く保護する考え方です。精神的自由を制限する法律は裁判所によってより厳しくチェックされます。反対に経済的自由の制限は比較的緩やかに審査されます。一度精神的自由が失われると民主主義で取り戻すのが難しいからです。この20の基準論は次回の経済的自由でもう一度登場します。ここで今日のクイズです。表現を発表する前に国家が内容を審査する検閲について正しいものはどれでしょうか？ A は必要があれば広く認められる。B は憲法上絶対的に禁止されている。C は国会の許可があれば行える。少し考えてみてください。正解は B の憲法上絶対的に禁止されているです。検閲の禁止に例外はないとしっかり覚えておきましょう。今日のまとめです。思想良心の自由は内心にとどまる限り絶対的に保障されます。信教の自由は3つの内容からなり、政教分離とセットで理解します。表現の自由は民主主義の基盤で、検閲は絶対的に禁止されます。そして精神的自由を手厚く守るのが二重の基準論という考え方です。条文の番号とセットで要点を整理しておきましょう。次回は憲法の第4回経済的自由と人身の自由です。職業選択の自由や財産権、そして31条の適正手続を学びます。精神的自由との違いにも注目していきます。この動画が役に立ったら、高評価とチャンネル登録で応援してください。それでは次回またお会いしましょう。